不動産屋さんの怪談です。先日某大手不動産会社の方に物件管理をしていて怖い体験をしたもしくは怖い話を聞いたことがありませんかと尋ねると、ああそんなことはたくさんありますよとその方は平然と答えられました。さてその不動産会社の管理部の方を仮に山根さんとお呼びします。その山根さんは50代後半ぐらいの方で、管理部のお仕事を大変長くされているとのことです。その長いキャリアの中で、やはりいろんな体験をされたり、顧客から不可解な話を聞いたりしているということでした。例えば、ある朝のことだったそうです。東京都内の管理しているアパートの居住者さんから珍しく電話がありました。山根さんは水漏れとか不具合があったと思い、どうされましたかと聞くと、居住者さんは、もう我慢できませんというのです。山根さんは隣の部屋の騒音とかかなと思ったのですが、その居住者さんはこんなことを言いました。いやね、実は朝から黒い猫がキッチンの床に現れて、そのまま床にスーッと消えていったんですよ。それもちょくちょくその黒猫の霊は現れて、しばらくすると消えていくんですが、たかが猫でも気味が悪いからどうにかならないですか、ということでした。そんなことを突然言われても生きている猫ではないですから、山根さんにはどうすることもできません。するとたまたま店舗の隣のカウンターで接客を受けていた男性が偶然霊媒師で山根さんの電話口の話を聞いていたようで、よければ自分が対処できると思うんですが、と申し出てくれました。そこですぐ電話を代わってもらい、その霊媒師の男性がアパートに行って解決したということでした。この時は本当に助かったと山根さんは思ったそうです。山根さんはその後黒猫の霊が出た部屋は以前何かあったのではと気になり、そのアパートの大家さんに〇〇号室で過去に何か事件事故とかあったんですかと尋ねてみました。でものらりくらりとはぐらかされて答えてくれなかったので、それでああ事故物件だったんだなと分かりました。他にも神奈川県相模原市のとあるアパートでもおかしなことがありました。居住者の A さんが仕事から帰ってきて自分の部屋に入ると、外から見知らぬ中年男性が部屋の中を窓越しに覗き込んでいました。それは青白くぞっとするくらい生気のない顔で、 A さんが恐怖で固まっていると男性はスーッとかき消されていったそうです。 A さんは背筋が凍りつきましたが、この一回だけのことだろうとその時は気にしませんでした。でもそれからも A さんが遅く帰宅する日に限ってその中年男性は窓からガラス越しに覗いていたそうで、目が合うと消えてしまうということでした。耐えられなくなった A さんから苦情を受けて山根さんはすぐアパートの大家さんに聞いてみたそうです。すると A さんが説明してくれた中年男性の容姿から間違いなく前にその部屋に住んでいた住人だということでした。ただその男性は体調を崩し入院中に病院で亡くなったということで、部屋の中で亡くなっていないので事故物件ではないという説明でした。その後おそらく A さんか大家さんが供養したのか、男性の霊は現れなくなり自然解決したそうです。そんなこともあるんですね。こういった怪奇現象はよく聞きますが、もっと奇妙な出来事がありました。それはある都内の菓子屋で起きたことなのですが、居住者の B さんが夜家に帰って部屋の襖を開けると、
そこに見知らぬ子供が座っていました。明らかに生きている人ではなく、はっとして思わず見つめていると、突然天井からバラバラバラっと昔の小判が落ちてきたそうです。私が思わず大判小判の小判ですかと確認すると、山根さんも聞き間違えたかと思ったのですが、その小判だったそうです。さてそこで B さんがこれは何なんだとあっけに取られていると、その小判も子供もさーっと消えてしまいました。その後も同じことが何回も起きたそうです。B さんから山根さんは相談を受けたのですが、結局しばらく様子を見ると、それだけの現象で住むには特に問題はないからこのまま住み続けますと B さんは言っていたそうです。こういったわけでほとんどの怪奇現象が起きるアパートも居住者に霊障がないことが多いですが、でも中には居住者のみならず、それを管理する人や大家さんに霊障が及ぶいわくつきの物件もあるのです。さて山根さんの仕事の中で空き家を見つけて所有者を特定し管理を引き受けるという外回りの営業があるそうです。今から10年ぐらい前、山根さんは東京の下北沢の周辺を回っていました。下北沢は若者の街として昨今は観光客も多く賑やかな私鉄沿線の街ですが、当時は奥に入っていくと結構古い住宅がまだまだ残っていました。そんな閑静な住宅街の中を昼間の明るい時間帯に山根さんは空き家がないか探していたそうです。すると駅から10分ぐらい歩いたところで緩やかな坂になり、その坂道に沿って何軒かがつながった古い長屋がありました。よく見るとその長屋の中の一軒が外から見る感じでは誰も住んでいないようでした。そこで山根さんは窓から中をそっと覗いて確認してみたそうです。ところが妙なことに中は真っ暗な暗闇で何も見えませんでした。明るい日中なのに窓から全く光が差さずに中が一切見えないというのも珍しく、山根さんはその時なぜか背筋がゾクッとしたことを覚えているそうです。すると突然後ろからポンポンと誰かが山根さんの肩を叩いてきました。ビクッと驚きすぐ振り返ると、そこには年配の男性が立っていました。どうやらご近所の男性のようで、山根さんが家を覗いていることに興味があるようでした。そして何してるんですかと聞かれたので、山根さんは空き家かなと思ったのですが、中が真っ暗で何も見えませんねと答えました。するとその男性はほんの一瞬目が曇ったのですが、すぐにそこね、この間住んでた女性が首をつって亡くなってるんですよと教えてくれたそうです。山根さんは、ああ事故物件か、だから中が真っ暗に見えたんだなと納得しました。こういった忌まわしい事件事故のあった物件はなぜか異常に暗くなるそうです。そして男性は、遺体が見つかった時は少し時間が経っててね、そりゃ大変でしたよと嫌なことを思い出したという顔をしていました。そこで山根さんはその男性に自分が不動産屋で管理物件を探していると説明すると、男性は山根さんに、この家のその女性の居住者が亡くなってからね、それ以来なぜか家の水漏れが起きてね、誰も住んでいないのに水が急に漏れてきて、大家さんが何回も水道屋さんを呼んで直してもらったそうなんだけど、直しても直しても
水漏れは収まらないんですよ。だから周りの住人も気味悪がってね、と説明してくれました。でもその話を聞いた瞬間、山根さんは不吉な予感がしました。変なことを聞いてしまった。これは自分に乗っかってくるな、と不安になりました。山根さんが憑依体質だったのかもしれませんが、不動産屋の宿命で曰く付きの物件を調べると、そこにいる霊についてこられることがあるのです。そこで山根さんはこれ以上この物件を調査するとやばいことになると思い、すぐに現場を離れ事務所に戻りました。そしてその日の夜でした。山根さんは家に戻った頃には昼間の下北沢の長屋のことはすっかり思い出さなくなっていたので、その夜は早めに布団に入ったそうです。すると案の定、目をつぶって寝ようとした瞬間、ストンと金縛りになりました。山根さんは、はあ、やっぱり乗っかってきたか、と分かりました。そして山根さんは何とか自力で金縛りを解き、すぐに起き上がって窓を開けると、自分に乗っかってきた女性の霊は運よく外に出て行ったということでした。山根さん曰く、繁華街の脇道にある居酒屋街で時々空き店舗を見ることがありますが、そういう空き店舗を通りかかって下手に興味を持ったりすると、おかしなものがついてくるんですよ、と最後に教えてくれました。ご近所で長く空き家のまま放置してある物件がたまにありますが、必要以上に関心を寄せない方が良いかもしれませんね。さて、この山根さんからは他にもお話をいただいていますので、また後日配信いたします。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。